皆さん、こんにちは。漫画家の新本慎です。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、ついに、この企画をやってしまおうかなと。ついにこの企画、なんだというのも、まあ、この動画を見てるお絵描き初心者さん、多分ほとんどの人が絶対つまずいてると思う、髪の毛の影の塗り方なんだけども、これは本当に難しいのよ。未だにわかんないでしょ。無理。あれなんかできない。わかる。で、なんかさ、よく上手い人たちはさ、こう、立体的なさ、影の塗り方してくじゃん。こう、髪の毛の何が難しいって頭がまず球体じゃん。プラス、この髪の毛って細いじゃん、いっぱい剣が。で、そのギザギザ感があるじゃん。なんかそれを初心者が理解して自分の漫画の絵にして塗ってくってのが多分めちゃくちゃ難しいんだと思うんだよ。で、私ももう本当にそれが苦手で、もう本当漫画家になった後もうまく塗れなくて、やっぱ悩んでた時があったのね。あれでも悩んでたの？あれでかけてんのに？なんだ。で、そんな私がさ、生み出した超せこい髪の塗り方があるよ。超せこいなんか私も分かんなかったの。要は結局、分かんなかった、ずっと。分かんないけど、やっぱもう、イラストを発表しなきゃいけないじゃん、仕事を書く上で、ね。いや、漫画を出さなきゃいけない、ね。髪の色塗らなきゃ。で、なんか YouTube とかで最近塗ってる髪の塗り方とは私違うもう一個の髪の塗り方をしてるよ。仕事のイラストでは。何パターンか持ってんだ。何パターンじゃ2パターンしか持ってない。YouTube とかで最近塗ってるよくあるオーソドックスな影。よくみんなにこの動画とかで教えてきた。影の描き方とかさ、なんか多分そういう過去に動画出してるじゃん。それで教えてきたオーソドックスなパターン。と、もう一個、正直わざわざこれを教えてみんなが上手くなるかどうかわからないと。だからあえて教えなかったもう一個、私がなんか勝手に生み出した、どんな人がやってもそれなりに見える塗り方っていうのがあるよ。新本流的なやつね。そう、新本流的に。ただそれが私、上手い塗り方なのかはちょっとわからん。はい。なるほどね。ちょっと今どういうことかっていうのを画面に出すね。これをみんな参考にちょっと見てほしいんだけども、パッと見よくわかんないと思うんだけど、全然わからん。これが私がいつも YouTube とかでみんなにやり方を教えてる塗り方。でもこの確かに塗り方俺教えてもらったことあるかも。いつもこれ教えてる。なんか線でね。で、これ2つが、私がこそこそとデビュー当時からやってる、まあちょっとそれなりにぽく見えるという塗り方。まあでもパッと見多分みんなそんなに違いがわかんないし、でもね、すごくこれに比べてこっちは楽なのね。やり方さえ一回覚えてしまえば、多分どんな人でも速攻多分この髪の塗りのクオリティに近づけれるのよ。っていうのを今日はもう教えちゃおうと思う。っていうのも多分ずっと髪で悩んできてる人たち、もう嫌だってなってる人いると思うんだよね。まあその人たちにもういっそこれで開き直ってやっていこうって当時の私のようなメンタルになってほしいから、もうあえて教えます。ただそれがなんかこう、ゆくゆくうまいかどうかわかんないから、私的にはありだとは思ってるけど、なんかうまい髪の塗り方なのかどうかがちょっとわかんないから、今までちょっと教えてこなかったの。なるほどね。だけど、まあせっかくだからね、教えちゃいたいと思うので、よかったら参考にぜひ自分のね、絵で今日は一緒にやってみてください。最初これから始めてもどうかなってことね。そうなのよ。でもさ、悩んだ末無理ならやっぱこれでいこうっていう。それでは早速やっていきましょう。はい、じゃあ早速今日は誰でもそれっぽく塗れる髪の塗り方をみんなに教えていきたいと思います。まずは線画を用意してください。で、できたら肌色とか目とかは、まあ、各自それぞれの塗り方があると思うので塗ってください。それはもう先に塗ろうが後に塗ろうがどっちでもいいけど、私はとりあえず先にいつも肌色塗っちゃうので、今回は肌色と目だけ塗ってあるいろんな髪型のちょっと女の子の絵を用意してみました。ということで今回はこれにその私の言うね、誰でも即できる塗り方を教えていきます。で、まず、もう本当に簡単なんだけど、3色色が必要なの。このやり方をするには。なので、3色の髪の色を用意したいんだけども、まずそれをやる前に、ベースとしてそれぞれの髪の色を決めて、べったり塗ってほしいのね。で、それを私が今事前に塗ってあります。はい。で、髪を塗るとこんな感じになっております。まあ、ベタ塗りなので難しいことはないので、ぜひこれは自分でここまでやってみてください。で、この時の、色の選びのポイントなんだけど、好きな色って全然 OK です。ただ、薄いめの色を最初は選んでほしいの。だから、黒の髪で塗りたいんだったら、結構グレーを選んでほしい。
あとその髪のキャラが黒髪だった場合は、今ここで選ぶ色は明るめのグレーにしといてほしくて、例えば水色とかピンクとか何色でもいいんだけど、まず自分が本来塗りたいなと思っているよりは明るめの色をまず選択して塗っといてください。だから薄すぎないぐらいの気持ちで塗っとければ OK です。そうしたらここからさらに2色色を作ります。で、その色の選び方なんだけど、まずこの今塗った色を選択して選ぶよね。で、この塗った色をさらにこのアイビスペイントとかでも、これは私今クリップスタジオだけど、アイビスペイントとかでも常にこの色相関みたいなカラーサークル出てると思うんだけども、このバーを掴んでちょっとだけ暗い色にする。こんな感じで。で、ちょっとだけ暗い色にしたら、まあ、イメージとして後で色を見失わないようにね、端の方にね、こう捨てるレイヤーとかでいいから色を塗っときます。こんな感じ。で、今元のベースに選んでた色が、こんな感じ。ああ、だいぶ暗くなった。ちょっと暗くなったよね。で、さらにこの元の今もう一個暗くした色あるじゃん。それよりもさらにちょっとだけ色を暗くします。で、その時にこのバーの中で色を動かすイメージなんだけど、こっちの黒に近づけていくっていうよりかは、真下からちょっとだけこの色の明るい方に近づけていく。こんな感じ。でも本当気持ち程度ね、これ後で微調整かけるから、まあ別にみんなここの色、多少変でも後で直せるので OK です。まあこんな感じ。ちょっと暗くなってる。そんな感じです。で、初心者の人はでもこの色味合わせるの難しいと思うから、まずは一番最初に選んだ色からちょっとずつこう暗くしていくみたいな段階で OK です。これをとりあえず全部のね、キャラでやりたいなと思います。それぞれ3色ずつ選びました。今一番上の色でそれぞれの髪の色を塗ってある。で、それからさらに2回暗くなる色を選んであるっていう感じです。じゃあここからです。まず一番最初に塗った髪のレイヤーあるよね。その上に1個新しいレイヤーを作ります。で、クリッピングをします。これが元の一番明るい色だけど、その1個暗い色を選んでもらって、ペンでもいいし、私はいつも投げ縄ツール使って塗るから投げ縄で塗るけど、これは正直ペン使っても大丈夫。同じように塗ってもらえれば。まず、頭のこの眉毛より上のところを、ボールの下の部分ね、ここね、こういう形で1回全部塗っちゃいます。ああ、なるほどね。上の部分を塗るってことね。そう、要はその、なんていうの、ボールの下の部分の形で。で、次、前髪の部分。と、この後ろの髪の部分を、このボールの形の真逆、今度上のボールの部分の形で塗っちゃいます。で、この時ね、毛先だけ少し残します。前髪の。こんな感じ。まあ、イメージしやすい。逆パーツね。で、上の方がちょっと強めのカーブ。下がちょっと弱めのカーブのがバランスいいと思うけど、ここの開け方は好みに合わせます。で、前髪はここ少し白く残したまま、後ろの髪だけを、まずこの髪の耳より後ろ側になる髪、ここ全部塗っちゃいます。顔の本来、首の後ろになる部分。これ全部塗っちゃってみんな。で、残ったところ、後ろの髪の。それは、これぐらいストレートの子だったら、この首の範囲のところを残すような形で、こうやって同じようにまた、ボールの下半分を丸く取るような感じで塗ってあげます。で、逆側に、また前髪の時と同じように、逆側のボールの形が来るように塗ってあげる。イメージすると、どういうことかっていうと、今私がやってた作業って、こう、消えてるかわかんないけど、まず上に1個ボールをつける。で、次逆側にこういう形のラグビーみたいなボールをつける。で、さらにここにもう1個こういう、後ろ側にもまたボールをつける。ボールをつけるみたいなイメージで塗っていく感じです。こういうのを組み重ねてる感じ、髪の毛に。そうすると、まあ最終的に、ボールみたいになってるじゃん。こういう塗り方するじゃん。そうすると、こう消えてった時に最終的に、こういう形の隙間が残る。こういうね、ここの部分見てほしいんだけど、ここの形みたいな抜け方をする。っていうのができるので、まあ、まずは今言ったような形でイメージしながら、直線だけじゃなくて、こう曲線になるようなイメージで塗ってあげてください。それだけ気をつければいい。ここが直線じゃないってことだけ気をつければいい。で、次に、このもう一個暗い色を選んでください。で、もうさっきの時点で塗ってた色、もうほぼここ見えなくなって、一番最初に塗った色。見えなくなっちゃってるよね。で、これで OK です。これで OK。さっき作ったレイヤーに、心配な人は上にもう一個レイヤー重ねてもいいんだけど、私はめんどくさいから、大抵この同じレイヤーにもう一回今度黒い色選んで塗っちゃうんだけど、で、もう一回いきますよ。もう一回ここに同じようにボール重ねます。こんな感じかな。こんな感じ。さっきよりもちっちゃく重ねたね。ちょっと上の部分こんな感じで。こんな感じで重ねます。で、それやった後なんだけど、ちょっと難しいんだけど、投げ縄ツーでもいいし、ブラシでもいいから、ここのさ、端の縁のとこあるじゃない？ここを
こういう形で塗ってほしいの。ここのところをこうやって。はいはいはい。さっきのボールの縁だけを塗るの。こんな感じ。で、反対側もさっきのこのボールの縁だけを塗る。こんな感じします。で、この頭の部分こうやって塗ったら、次この前髪の上のとこあるじゃない。上の箇所だけをこうやって同じように塗っていきます。で、この時のうまくなんかそれっぽく見せるポイントとしては、これを、例えばだけど、一回消すね。全部同じ幅でこうやって塗らないこと。これを中心に向かってちょっとこの細くするようなイメージで塗ってあげることが結構大事。こんな感じです。そうすると結構ここに強いハイライトが当たってるようなイメージになるんだよね。で、今度そしたらここもこういう風にやって、ここもこういう風にやってってなるんだけど、前髪だけ強いハイライトにしたら、あとはこのさっき塗ったこの上の部分、ここは塗んなくて OK。そこいいんだ。この下の髪のここだけ入れてあげればいい。ここだけ。ここだけ入れてあげる。下だけ入れる。そう。だけど、ここで最後首の後ろのとこさっき一色で塗ったじゃない。ここにもう一回大きく影を入れてあげる。こんな感じ。で、入れれるんだったら、ここにもう一個ボールを足してあげるような感じ。こうやって。ここはもうね、お好みです。そう、正直ね、どんな形にしてもね、ちょっとそれなりに見えると思う。こんな感じの影の入れ方を私いつも実は分かんない時、塗り方が今まで分かんない時やってました。そうなんだ。で、さらにここで消しゴム登場します。消しゴムを登場させて、で、この縁のところをこうやってちょっとだけ削ってあげたりする。例えばこの前髪の端のところちょっとだけこうやって削ってあげたりする。こうやってするとちょっとそれっぽく見えるけど、正直これはこの塗りに慣れてない人無理やりやる必要ないから、まずは、今のね、さっきので OK。もうここまでね。ここまでいったら OK。あとはもう一個ね、色はこれ3色でいいんだけど、もう一個あった。ここにもう一個だけ新しくレイヤー重ねて、この一番明るい色よりさらにちょっと白に近い色。真っ白でも正直 OK。で、こういう丸いハイライトをちょん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 ってここに入れてあげる。点でいい、もう点を打っていけばいい。タン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 って。で、さっき言ったようにこの縁のとことかをこうやって白く入れてあげてもいい。これ難しかったらやんなくていい。点点点なんでいい。そう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 。こういうとこに入れてあげる縁に。と、私がいつも仕事でずっと長年やってきた塗り方を完成する。これだわ。これもう一回おさらいで、ちょっと髪の毛の形とかが変わるとまたちょっとデザイン変わるから、やっていくので、ちょっともう一回みんなやってみて何度もやるうちに絶対身につくから。じゃあ今度ちょっとこのストレートの長い髪のバージョンでいきます。基本はもう一緒。最初のベースより1個黒い色を選ぶ。そして上の部分を球状に丸く塗る。で、今度前髪の下の部分を球状に丸く塗るけど、この最後の下の縁のとこだけ少し白くのせるとそれっぽくなる。で、前髪のとこ乗ったら、この前髪だけ残して後ろのパーツを黒く塗る。で、首の隙間のとこ一回白く開ける。で、首の真後ろのところはちょっとだけ黒く塗っとく。で、あとはこんだけ毛が長い子だともう一回ぐらいこの肩のところあたりに白く残しを入れるとバランスいいと思う。さらに濃い色を選ぶ。で、ここがまず頭の根元の部分、上の濃いところを一回黒く塗る。そしたらこの縁の先を中心に向かって細くなるように縁取るようなイメージで塗っていく。こんな感じ。で、前髪のところだけはもう一回上側もやる。こんな感じ。OK？そしたら今度、首の下のところをもう一回縁入れていく。こんな感じ。まあ、これで基本、同じように他があればまたこうやって縁入れていくっていう感じ。で、ここが終われば、あとはちょっと首の後ろとかをさらにもう一回黒くしてあげる。耳の後ろとかも黒くしてあげる。っていう感じでもう終了です。やっぱ慣れてるからね。で、最後にハイライトをこの水色より一番明るい色もしくは白で OK なので、入れてあげる。点々点で OK。点々点とここに入れてあげる。で、こういう筋を抜ける人は抜く。抜きすぎて変になったりとかわけわかんなくなる人はもうやらない。で、このハイライトのたびにこうやって点々点入れてっても大丈夫。この一番明るいところに。こういう感じで。これはお好みです。こんな感じで。はい、これで終了です。もうさすが慣れてる。じゃあ今度ウェーブがちょっと多いパターンの時はどうなるか。まあ基本はでも一緒ね。まず前髪の頭のてっぺんを半分塗る。で、次前髪の先端だけ少し残して塗る。やる。で、顔の後ろのあたりの毛を一回全部、首のところを半分ぐらいまで黒く塗る。で、首のところで白く一回抜かす。で、首の後ろを一回全部塗る。こんな感じ。で、この子はウェーブがかってポッコンポッコンが多いじゃん。この場合はこのポッコン
ンポッコンに合わせてこう白く抜いてあげると一番バランスがよく取れる。へー。難しいけどね。こういう感じ。やっぱ、慣れていくしかないのか。そうそう、ポッコンに合わせるといいっていう感じ。で、もう一回濃い色を選んで、頭のてっぺん黒く塗る。で、さらに縁を真ん中に向かって細くなるように塗っていく。前髪のところだけは逆側のこの下側の縁も塗る。そしたら、あとは下側の縁、もしくはまあ上側でもいいんだけど、下側の縁だけを塗っていく。こういうところに。全部取ったところに、こういうところに。こうやって下側の縁側だけ塗っていく。こういう感じかな。そしたら首の後ろのところをもっと黒くしてあげる。こんな感じです。まあ本当に簡単なのよ。もう私の場合これだと一人もうほんと数分、3分もかかんないかなっていう感じで。早いね。一番明るい色よりもさらに明るい色もしくは白でハイライトを抜いてあげる。点々点を入れる。点々点をただ打つっていう感じ。で、こういうポッコンポッコンが多くて、こうやってツヤが多い子はいっぱい入れてあげても OK。そのポッコンポッコンのたびに入れて、こうやって入れてあげても OK。これはお好みです。なくても可愛いし、あっても可愛いと私は思うから。こんな感じ。で、なんかこう描いていくうちに黒さが足りないなとか思う人はこういうところに結構こうやってハイライト入れてあげたりとかしても全然いいと思うけど、まあまずは慣れるまではこの3色で考えるのがいいと思う。で、最後結んでた場合ね。まず1個同じように前髪の部分は基本同じ考え方で円形に塗る。で、先の部分残して円形に塗る。で、結んでるじゃん。結んでる膨らみのところ、いや、膨らみのところを白く残すイメージっていうので塗っていきたいから、この前髪のこの白く抜くってる、その後ろの白い膨らみのところを、ちょっともうこの子の髪の毛難しい。ここの部分はアホ毛なのね、ここは。だからまあ先にアホ毛の処理しちゃうね。アホ毛はこうやって塗った後、ここの形に合わせてこういう形で塗っとく。これちょっとみんな自分の絵だから自分が一番みんな理解してると思うんだけど、後ろのところとかはこの後ろのこの一番膨らんでるところを白く残してあげるイメージで、首の後ろとかはもう全塗りしちゃって OK。で、この髪結んでるところはここの始まりと同じようなイメージで、付け根の部分は一回黒く塗る。付け根の部分は一回黒く塗る。でも同じだね。こう小指の間ぐらいを一回白く抜いとく。白く抜いとく。で、やっぱここポコッと出っ張ってんじゃん。髪の毛が。こうやって。この髪の毛の出っ張ってるところを一回白く抜く。一回白く抜くみたいなイメージ。で、これがあまりにもちょっとつまんないなって時はこの内側のとことか全部黒くしちゃっても立体的に見せるためっていう感じ。で、もう一回縁取りを最後入れていきます。根元のとこ一番黒くする。縁黒くする。だってさ、これをやってて、だから私が何で教えなかったっていうと、なんで根元のとこ黒くするんですかって聞かれた時に、特に理由はない。なんか色のバランスがそっちの方がいいかなっていうようなものとか、まあ人間髪の付け根って一番こう毛が埋まってて密集してるから濃いじゃん。だからなんかこっちのがいいかなと思っただけで別にさ、リアルなルールなんもない。なんか人間の髪は光が当たってこうだからですよとかそういうのなんにもないよ。ていうか別にルールはないんでしょ、影にその。ないのよ。そうだから私の場合これは好みでしょ、これ。立体感とかそういうのもほとんど無視した自分なりのアーティスティックな塗り方なんよ。好みだよね。ただ時短する意味がわかんない時に自分の中でこうやってルールを設けることで時短にもなったし、もう毎回この形で塗りゃいいや髪の毛はっていうことでなんか目標ができたことによって私の中でその髪に悩むっていうのがなくなったよ、すごく。だからよかったなって言って。で、こうやってて寂しいなって時は本当はちょっとこうやってちょっとだけこう黒い筋みたいの入れてあげてもいい。ただこれはもう慣れてきた人がやること。最初のうちはこれうまく入れられないと思うから。っていうのをやった後にまた最後にハイライトを一番明るめの色で。で、まあこれでも終了でさ、本当難しいことは3色しか使ってないし、言ったようにこう、なんとなく自分の中で言ったパターンさえ覚えてしまえば、どんな髪でも基本この塗り方でいいし、あんまり髪の形とか髪の長さとか気にしなくて大丈夫。だからその髪の形長さに対して、こうしなきゃいけないっていうのはない。そうそう。で、これだとただどこから光が当たってるかわからないっていう風にまあならなくもない。確かに今私の場合は。だからあんまりすごい、こっから光が当たってるんですよっていうのには向かない塗りではあるんだけど、まあそういう人がもし
即戦力でこれをやりたかったら、さらにもう一個上にレイヤー作ってもらって、それを蒸散か、焼き込みリニアとかにしてもらって、自分が塗りたい影の色、選んでもらって、例えばだけど、今回はもうめちゃくちゃ逆光で後ろから光当たってるんですみたいな絵にしたいときは、もうここをさらに一回全部影乗せてもらっちゃう、こういう感じで。あと、例えばこっち側からだけ影が当たってるんですと、影の当たってない側にこうやって影を入れてもらっちゃう。本当だ。今肌とかに何も入れてないから、ちょっとわかりづらいけど、これだからここだけでやったらわかりづらいよね。一番上に持ってって、これで、だから要はもう肌とかと全部で一緒に影を入れてもらっちゃう。そうすれば多分もう影は別に考えてもらえば逆光とかの表現にもこの紙でもなんとかいける感じだよっていう感じ、こういう感じになる。これはなんかもう別の影の考え方だからね。だからどっから当たってるとかそう、それはもう後で全部書き終わった後に考えればいいからさ。だからこの紙のみでもなんとかやってきるのよ、このやり方で。なるほどね。だからよかったらもう紙どうしていいかわかんない。もう影の塗り方を意識したけど自分は無理でしたって人がよかったらこの動画を参考にしてください。あと、もう一個教えとくね。もう一個だけちょっとポイントとして教えとく。これをさらにね、いい感じにしたいかったとき。影の色のレイヤーあるじゃん。この影の色のレイヤー。さっきまで塗ってたやつ。このレイヤー選んでもらって消しゴムを用意してもらいます。で、その消しゴムはエアブラシみたいな消しゴム用意してもらって、消しゴムでちょっとだけ薄くする。ちょっと薄くする、薄くする。首の後ろ薄くする。ちょっと薄くする。周り薄くする。首の後ろ薄くする。ここも薄くする。ちょっとだけ縁薄くする。もうちょっとだけ首の後ろとか、縁のところ薄くする。ってすると、ちょっとだけ良くなる。本当に違うのよ。だから要は、絵をふわっとさせたい人はこっちや、結構アニメ塗りっぽい塗りになっちゃうから、この塗り方。ちょっとふわっとさせたい人はこれやった方がよりね、絵にね、なんか色味が追加されるから、なるよ。なるよっていう、これはお好みなんだけど、お好みでやるっていうパターンと、あと線画の、これはもう別の話なんだけど、線画の髪の毛にかかっている部分、眉毛が。そこにちゃんと色を入れてあげることで少し良くなるよっていう。これわかる？今これ眉毛の色味あるバージョン。眉毛がくっきり出てるバージョン。ないバージョン。これはお好みです、正直。ただ、こっちの方がいいよって時もあります。っていうだけ教えておきたいと思います。応用で。難しいから、すげえ細けえ、込まれてるなので、よかったら、ぜひ自分の絵に取り入れて、なんか新たな塗り方としての一つとして、よかったら検討してみてください。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の下田しゅうと。バイバーイ。